はい、こんにちは、建築写真家の田岡信樹です。いつも田岡カメラをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、いよいよ先立てもですね、発売日の当日にね、発表の時のレビューをね、ちょっとさせていただいた、レビューっていうんじゃないな、あれは事前の発表だから、こんなカメラが出ますよというね、告知の内容だったんですが、キヤノンの EOS R5、いよいよね、7月30日に発売されましたので、早速、私手に入れました。こちらになります。意外と思ったよりやっぱりちょっと小柄かなと。ソニーの α に比べるとやや大きめ、一回り大きめな感じはするんですが、普段僕の場合ね、S1H、パナソニックのルミックス S1H も使ってますので、それに比べるとやや小ぶり。そんなサイズ感のこの EOS R5 なんですが、どうでしょう。僕はこのキヤノンのね、いわゆるミラーレス初めてになります。EOS R とかね RP っていうのが出たんですが、そちらはねちょっと見送ってました。購入せずに見送ってまして、もともと 5DSR とか EOS の 1DX Mark II という機種をねずっと使ってきたんですが、そこから久々のねキヤノン機になるんですけれども、とても質感的にはねいいんじゃないかなと。キヤノンらしいしっかりした作りの、そんな感じのボディに感じます。で、これ僕なぜ導入したか、いろいろね動画機能で熱問題とか言われてて騒がれてる部分もあったんですが、僕は純粋にですけど、スチル機として、これは非常に僕にとってはもう欠かせないボディになるなということで、ずっとね長年待ち焦がれた機種になりました。で、これの、機種にですね、このマウントアダプター、こいつをつけることによって RF レンズがなくても今までの EF レンズを使うことができるということで、特に僕の場合はですね、建築写真でもう欠かせない、キヤノンの TS レンズだとか、あとね 11-24mm っていう超広角レンズがあるんですが、このね2つ、こいつをちゃんとね、返して撮ることができるということで、僕 EOS R5 を導入するに至りました。で、今日はですねちょっとEOS R5、どんな機種なのか、どんなものなのかっていうのをね、実際の実機を使って、初めてのねレビューになるので、まだね僕実践投入してません。実際の撮影をしてませんので、ちょっとまたねどんなレビューになるかは分かりませんが、いろいろちょっとね、見ていきたいなと思います。まず電源入れますね。電源入れてもね当然、これ今レンズ何もつけてない状態です。ただね、この電源入れた時の感触というのがなんか意外とスムーズで速い動きをするんじゃないかなという感覚がしますね。はい。で、これに早速ちょっとコントロールマウントアダプターをちょっと取り付けてみたいと思います。よいしょ。はい。もうやっぱり純正だけあってしっかりね取り付く感じで、なんかやっぱりこういうオプション的な感じではあるんですが、実際につけてみると当然ですけど色だとかね質感も合わせて一体感のある感じはしますので、何ら違和感がないですし、なんか逆に高級感がちょっと増すんじゃないかなという気がしました。で、バッテリーグリップもね、あるんですが、ちょっと今日はね、もう購入が間に合わなかったので、今日のレビューではちょっとお付けできないんですが、またいずれ、僕はね、トランスミッター付きのグリップを購入する予定ですので、そいつがまた来たらね、それはそれでレビューしたいと思います。で、もう一個ね、実はこれはコントロールリング付きのマウントアダプターなんですが、こちらにねもう一個、はい、これ何だと思いますか？これ僕がねもう本当にこれがあるからこそこの R5 をね導入したと言っても過言ではないんですが、実はこれ、これ変更フィルター付きのマウントアダプターになります。こういう感じでこうやって外せます。で、僕の場合建築撮影をするときにはこのね 11-24 見てください。フィルターつけれないんですよ。こういうフードになってますので、ここに普通でしたらね、よくあるフィルターなんかをね、70mm とか 77mm とかのこういうフィルターをつけれるんですが、この 11-24 はつけれません。さらにこの TS-E17mm っていうね、このレンズももうこうやってね出てますよね。
でこれもねフィルター、一般的には通常のフィルターつけられない、特殊なフィルターがあればねつけれるんですが、私も持ってるんですけれど、結構めんどくさいんですよね、それつけて撮ると。ですから普段はこういったものをね、フィルター使わずに、撮ってるんですけれども、この R5 にはもうこのマウントアダプターにこのフィルター、円偏光フィルターっていうのがついた状態で撮れるというね、これ後でまたレビューしたいと思いますが、そういったマウントアダプターも用意されているということで、これがもう欲しくて仕方がなかったというのがね現実です。これがゆえにね、僕スチル機としては、今メインで S1H とか α9 を使ってたんですが、ようやくね、このキヤノンの R5 がスチル機ではメインになっていくんじゃないかなというふうに思っています。ただもう一台ね、α7R4 というね、高画素機のフルサイズカメラも導入しているので、それとね併用しながらのね撮影になってくるかなと思うんですが、おそらくでもフルサイズの画素数でいうとこちらの方がちょうど扱いやすい4500万画素というねサイズになるので、α7R4 だと6100万画素とちょっとね画素数がまた大きくなってしまうので、こちらの方がね扱いやすいサイズ感かなということで、今後これが主流になっていくだろうというふうに思ってます。ただこれからねちょっと実践導入しながらねどういう傾向にあるのかとか、まだね Adobe の Lightroom だとか、そういった現像ソフトがねロー現像対応してないと思いますので、まだまだすぐにはねちょっと実践投入はできないんですけれども、いずれにしてもこれが今後の僕のメイン機になっていくんじゃないかなという気はしています。はい、ではですね、続いてこのボディの詳細ねを説明していきたいと、ボタンとかのね説明をしていきたいと思います。はい、じゃあね、この EOS R5 のボディのねいろいろちょっと詳細を説明していきたいと思うんですが、今左肩のところにここにオンオフのボタンがあります。こうやってねオンにしてまたオフにもするのも簡単にできます。なんかここ見えますかね、ちょっと出っ張ってる感じがわかるかと思いますが、そういったのが非常に操作的にはしやすい感じに今なってるかなと思います。で、上面にここにね液晶がついてます。確かR6 の方はねこの液晶部分がないということでモードダイヤルがついてるんですが、この R5 に関してはここに液晶画面がついてて、モードはここで切り替えと、このモードを押すとこれで切り替えられると。で今上面の液晶だけじゃなくて背面にもねちゃんと同じようにモードの、仕様が出てるという形になります。でこれもう一回押すと解除されるという風になります。で、上にここにですね切り替えボタンと、でこれ多分あれかな、明るさも変えられるって書いてあるんで、これね色が変わりました。黒いバッグからちょっと長押しすると変わるような感じですね。はい、こうやって色がね変わります。気持ち長押しで短く押すと、これ表示の切り替えですね。ホワイトバランスも全部出てますので、あくまでも表示の確認用のモードですね。であとは、ここにロックボタン、ロックがあるので、これをロックすると切り替えができない感じなのかな。でこれロック解除するとISO感度もここで切り替えられる。はい、さらにはここにもモードのファンクションボタンがあるので、これも多分いろんな機能を割り当てられるようになってるんでしょうね。これ、はい、切り替えの操作がここでできるようになってます。はい、ちょっとまだ慣れないのでね、僕使い勝手がまだよく分かってないでいけないですが、ミラーレスの EOS になるとなんか使い勝手が僕の場合ちょっと初めてなので、今までの EOS 機とはちょっとやっぱり使い勝手が違うような気がしますが、ただ同じキヤノンさんの機種であればそんなに多分迷うことはないんじゃないかなという気はします。でこれ録画ボタンだと思います。赤いボタンですので。で今度背面になります。レートボタンがあって、その右横に、メニューボタン。はい、メニューボタンはこれはもうね僕も馴染み深いキヤノン特有のこういうメニュー画面になるので、これは多分もう使い勝手的には何ら困らないかなという気がします。はい、結構ねこれは相変わらず使いやすいんじゃないかなと思ってます。
で、ここにジョグダイヤルボタンとセットボタンがついてまして、ここにスティック形式のね、ボタン、それから拡大ボタン。で、画面のインフォメーション切り替え。はい。こういう形でね、切り替わるようになってます。で、これも、いろいろモードをね、確認するときに切り替えするボタンですね。はい。で、再生ボタンと、消去ボタンと。はい。今撮影してないので何もちょっと出てきません。カードが入ってませんので。で、はい。あとはここに、速攻関係のボタンとかですね、AE の設定のボタンとか、いろいろついてますよということで、はい。あとはここにカードをね、入れる。こういうのがついてます。で、私、はい、用意しました。こちら、プログレードのね、650ギガ、ね、コバルトシリーズというものです。これ1枚ね、約9万円します。非常に高価なカードなんですが、噂で言うと、これが一番ね、間違いないだろうという、特に 8K の動画なんか撮るときにはね、書き込み速度だとか非常に重要になってくると。ただ、噂によると、ちょっとこれは定かではないんですが、熱問題っていうのは意外とこっちのメディアが問題になってるんじゃないかっていうね、噂もあるので、これが本当に良かったかどうかっていうのは私にはわかりませんが、基本的に私この R5 で動画をね、メインで使うことはあまりないと思ってますので、そこら辺は動画に関しての熱問題は正直あまり僕は気にしてない。それよりもスチール機として優秀なね、性能を持っているカメラですので、そちらに、重要なね、ポイントを置いてます。で、これ今、これ入れるんですが、これ入れるときは押し込む形ですね。で、取り出すときには右横の、ボタン、プッシュボタンを押すとこうやって出てくるので取り出せるという、こういう形になってます。もう一個ね、私このソニーのタフシリーズの、SD カードも使ってます。これもここに同時にね、2枚入れられるように今なってますね。で、こういう形で入れます。これでカード初期化。はい。これ600ギガあります。で、一応初めてですので、物理フォーマットしながら OK。もうめちゃめちゃ早いですね。初期化めちゃくちゃ早いです。はい。で、これも同じく、今度 SD カード115ギガ。初期化の速さも圧倒的に CF エクスプレスの方が早いかなと。これ CF エクスプレス。はい。1秒足らずで。こっち SD カードはどうでしょう。3秒、4秒ぐらいですかね。はい、かかっての初期化と。これでね、SD カードと CF エクスプレスのカードでも、ちょっとね、初期化のスピードが違うということで、多分書き込み速度だとか、そういったのでも大きな差が出てくるのかなという気はします。後でちょっとね、実際に撮った作例なんかもね、ちょっと見せていければなとは思ってますので、どっかでね、撮影した事例をご紹介していきたいかなというふうには思いますので、そちらもね、よかったらご覧いただければなと思いますが、あとはこれね、バリアングル液晶なんですよね。はい。正直言って僕あまり慣れてません。ソニーの α はもうチルト式で、こういうね、バリアングルではないんですが、確かに S1H もね、バリアングルなんですが、バリアングルとチルト式両方使ってまして、僕の場合どちらかというとチルト式の方が結構対応する方で、あんまりバリアングルをね、使うっていうことは正直あまりありませんので、慣れるまでね、時間がかかるかなという気はしますが、それでもね、そんなに多分困ることはないし、比較的しっかりした作りになっているので、非常にいいんじゃないかなという気はします。で、一応ね、ここにね、ガラスのもう保護シートっていうのはもう一応ね、貼ってあります。はい。あとはね、裏面なんですが、ここにあと電源ですね。で、これが多分 USB になんか挿すところが入ってます。で、持って、ちょっと電源を落としてからにしましょう。で、こいつがバッテリーと。で、バッテリーは、今までね、よく
使われてた5シリーズなんだと LP-E6 とか E6N だったんですが、今回のこの R5 から容量がね、2130mAh までね、増えて、LP-E6NH というね、そういうバッテリーにグレードアップしてます。それによって電池のね、持ちがね、長くなったということで、少しね、容量がアップされているというところは、良くなったことと、E6N と E6 とも多分互換性がある、同じ形、形状ですし、実際に僕もこの E6NH なんですが、これのバッテリーの充電器じゃないのでもね、ちゃんと使えましたので、同じ共用できるものということでは非常に便利かなと。これ1個ね、純正だと1万円ちょっとします。今までの E6N とかだと7、8000円だったと思うんですが、それよりもやっぱりね、ちょっとお値段が上がってるみたいですが、それでもね、できる限りバッテリーは純正の方がいいということで、僕もね、2個追加でバッテリーは買っております。はい。こんな感じでどうでしょう。これ今ね、1124の EF レンズをつけた状態の、形になってます。はい。非常にしっくりくる。若干大きいかなと、このマウントのアダプター分だけね、大きいかなという気がやっぱりしますが、それでもね、そんなに苦にならない。それよりも、このしっかりした作りと、あとは本当に僕の場合はね、バッテリーグリップ、縦横よく使い分けて取るので、縦構図でもよく使うので、早くバッテリーグリップがね、来ないかなという気はしてますけれども、どうでしょうか。皆さん見ていただいて、いいなと思った方、ぜひね、R5 注文が結構殺到しているようでね、CPS の方も言ってましたが、結構思った以上に売れ行きが良くて、なかなか入荷がね、納期待ちが多くて、みんなに回らないなんていうことを言われてましたけれども、それでもね、待ってでも僕は手に入れる価値のあるカメラなような気がしますので、あとはちょっと実践のね、導入して、あと実際に撮った写真がこんな感じですよっていうのをね、またちょっとレビューしていきたいなというふうに思いますので、そちらの方も楽しみにしていただければなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。そういったことでね、この EOS R5、僕としても非常に今後長くお付き合いできるカメラのような気がしてます。持った感じもね、非常にいい感じですので、これをね、いろんな形で皆さんにもアピールしていきたいんですが、僕はやっぱり建築写真家なので、皆さんにね、建築写真ならではの、レンズをつけて、ちょっと今後もレビューしていきたいなというふうに思っています。次回はですね、これにですね、この TSE17mmの F4L というね、シフトレンズをつけたレビューの方をしていきたいと思いますので、よろしかったらですね、タオカメラチャンネル登録して、また今後もご視聴いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。